皆様こんにちは、セリナです。今回はナースポーランド情報手スックプラダビューティーゲラン新作下地5種類を徹底解説していきます。今年も秋冬向けの新作下地がたくさん発売されました。今回はそれぞれの下地を半缶ずつに塗って塗り心地や仕上がり、ファンデーションと組み合わせた時の違い、そして4時間後のマスク崩れをご紹介していきます。少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも2024年クリスマスコプレの発売情報やアイシャドウ、チークリップなどの電飾レビュー、サブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら。7月12日発売、ナーズライトリフレクティングトーンアップベール SPF27PA2+、くすみを補正して肌を整えるプライマー。続いて9月1日発売、ポーランド情報手モイスチャライジングプライマー00 SPF15PA+、ずっと潤って素肌よりツヤっぽい生ピュア肌続く美容液プライマー。続いて9月1日発売、ゲランパリュールゴールドスキンダブルベールプライマー SPF50+PA3+、肌そのものを美しく整えるスキンケアベースのプライマー。続いて9月4日発売、プラダビューティーリファインブラーリングエクステンディングプライマー。角質からケアしうっとりするような肌作りをもたらす美容液プライマー。そして9月6日発売、スックザ・プライマー SPF15PA+、光を放ちふっくら柔らかなハリツヤを演出しエイジングサインをカバーするプライマー。それでは早速こちら、ナーズとポーランド情報手から比較していきたいと思います。まずはこちら側にナーズを塗っていきます。ホワイトに近いようなかなり明るめのベージュカラーなので、肌の上にのせるだけでもこんな感じでしっかりと肌トーンをアップしてくれます。クリーミーなテクスチャーですが肌にピタッと密着するので、毛穴や凹凸も自然にカバーしてくれます。はい、まずはこちら側半分にナーズを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、ナーズのトーンアップ感がより分かりやすいと思います。普段標準色のファンデーションを使用することが多い私の肌だと、首元と比較をしても結構しっかりとトーンアップ効果が出たなと思いました。ホワイト系のカラーでトーンアップするので、ファンデーションの色味は変えずに明るく仕上げたいという方にかなりおすすめです。テクスチャーとしてはクリーミーで適度な保湿感はありますが、みずみずしく伸び広がるというよりも肌にしっかりと密着してくれるタイプという印象でした。皮脂を吸着するタイプのプライマーのようなパウダリーな感じやシリコンっぽさはないですが、肌表面にベタつきは残らないので、まだまだ暑さが残る今の時期にも幅広い肌タイプの方に使いやすそうだなと思います。近くで見るとこんな感じでピタッと密着するようなテクスチャーだからか、肌全体に自然なツヤを出しながらも毛穴や凹凸を軽く埋めて補正してくれているような感じもします。自然なツヤ感はありつつ肌へ密着してベタつきが残らないテクスチャーがお好みの方や、ホワイトカラーで肌トーンをアップさせたいという方に使いやすいプライマーだなと思います。香りも原料のような香りのみなので、香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいと思います。では反対側にはリニューアルをしたポーランド情報手を塗っていきます。今回は新色として加わった00番を購入してみました。従来のピンクカラーの01よりもさらにしっかり肌トーンがアップしている感じがします。こちらはかなりみずみずしくて伸びが良い美容液のような質感ですね。はい、こちら側にはポーランド情報手を塗ってみました。今回4色展開のうち新色として登場した00番を使用してみましたが、こちらの00番は青みを感じるクールトーンのピンク系カラーだったので、こちらも反対に塗っているナーズと同じくらいの高いトーンアップ効果を得ることができました。ポーランド情報手はみずみずしくスッと肌に伸び広がるようなテクスチャーなので、カバー力自体はナーズの方がかなり高いですが、このクールトーンのピンクのカラー補正効果でだいたい同じくらいのしっかりとしたトーンアップ効果を得られている印象です。
ポーランド情報店はかなりみずみずしい美容液のような質感なので、肌表面のパサつきや乾燥が気になる時にも安心して使っていただきやすいです。ただ、オイルっぽさや重さは感じないので、こちらも肌タイプ問わず使いやすい印象です。リニューアル前のアイテムよりもさらにみずみずしさが増したように感じます。そして近くで見るとこんな感じで、ポーランド状はみずみずしくて軽い質感なので、肌にスッと馴染んでいる分、程よく素肌の透け感も残すようなナチュラルな仕上がりです。ただ、水分で毛穴や凹凸をふっくらとさせてくれているので、仕上がり自体は自然ですが、こちらにも毛穴補正効果を感じられます。ナーズとポーランド情報ってそれぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そしてポーランド情報ではリニューアル前から引き続きオレンジフラワーの香りがしっかりと感じられます。どちらも同じくらいしっかりとしたトーンアップ効果を得られる下地でしたが、ホワイトのカラーでトーンアップをしたいという方はナーズがおすすめ。青みを感じるクールトーンのピンクカラーで木くすみを補正しながらトーンアップしたいという方はポーランド情報店の00がおすすめ。そして肌表面にベタつきを残さずにツヤを出しながらも毛穴や凹凸を自然に補正したいという方はナーズがおすすめ。みずみずしい美容液のようなテクスチャーで乾燥が気になる時にも塗りやすく、肌に水分を与えてふっくらとさせたいという方はポーランド情報店がおすすめです。それでは上からファンデーションを塗った時にどんな違いが出るのかを見ていきたいと思います。今回はこちら、コスメデコルテの新作ファンデーションゼンウェアグローを重ねていきます。まずはナースの上に重ねていきます。やはりナースは肌表面にベタつきや油分感が全く残っていないので、ファンデーションもこんな感じでピタッと密着してくれる感じがします。ツヤが出るタイプの下地でベタつきが残らないタイプはなかなか珍しいので、すごく使いやすいです。ファンデーションのカバー力もアップしますね。では反対側のポーランド情報手です。ポーランド情報手はやはり肌表面にも適度な潤い感が残っているので、ファンデーションもこんな感じでかなり滑らかに均一に伸び広がる感じがします。ファンデーション本来の仕上がりを活かしたい時におすすめです。はい、こちら側にはナース、反対側にはポーランド情報店の下地を塗っている上にコスメデコルテのファンデーションを重ねてみました。どちらもツヤを演出してくれるタイプなのと、上から重ねたコスメデコルテのファンデーションもツヤタイプだったので、両方ともとても綺麗なツヤ肌に仕上がっています。ただやはりナースは下地の時点で肌にピタッと密着をして毛穴や凹凸をフラットにしてくれていたからか、近くで見てもこんな感じで綺麗なツヤは出つつ自然に毛穴をカバーしてくれています。そしてファンデーションの密着力も高まっているので、ファンデーションのカバー力も少しアップしています。反対にポーランド消防手は程よく素肌の透け感が残るようなファンデーション本来の仕上がりをそのまま活かしてくれるようなタイプでした。ポーランド消防手も肌に水分を与えて毛穴や凹凸を自然にフラットにさせてくれたり、肌表面のパサつきを防いでファンデーションを塗りやすいような状態の肌に整えてくれます。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。それではこの上にジバンシーの新作パウダーをブラシで軽く塗って4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、4時間後の肌はこんな感じでした。4時間の間に何とか汗をかく場面があったのと、私は皮脂が気になる肌タイプなので適度な保湿感も感じられるナースとポーランドショーは今の季節だと全体的にテカリが気になる印象でした。ただどちらもマスクの摩擦崩れにはとても強かったのと、下地からドロドロに崩れてしまうという感じではなかったので、皮脂が気になる方もフェイスパウダーなどでこまめにお直しをすれば使いやすいのと、乾燥が気になる肌タイプの方にはこれからの秋冬シーズンに大活躍してくれるんじゃないかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。特にナーズは自然な毛穴補正効果も得られましたが、厚みが出ない分、摩擦崩れにも強いところがすごく優秀だなと思いました。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横は皮脂によるベタつきが気になりますが、ナーズは頬の広い範囲などはベタつきを感じにくいです。
ポーランド消防でも水分でしっかりと保湿をされている感じはしますが、油っぽさやベタつきが出ているという感じではなかったです。続いてはこちら、スックとゲランを比較していきます。まずはこちら側にスックを塗っていきます。スックはほんのりとピンクのカラーを感じるようなホワイト系で、こちらも自然なトーンアップ感を得られます。そして先ほどご紹介したポーランド消防手のようなかなりみずみずしい美容液のようなテクスチャーで肌の上にスルスルと伸び広がってくれます。こちらもどんな肌状態の時にも安心して使いやすいようなスキンケアのようなプライマーですね。はい、まずはこちら側半分にスックを塗ってみました。スックもほんのりピンクを感じられるようなホワイトに近いベージュ系のカラーで自然に肌トーンをアップしてくれていますが、こちらは首元と比較をしてもそこまで明るくなりすぎることもなく、先ほどご紹介したナーズやポーランド消防手よりもかなり自然なトーンアップ感という印象です。そしてこちらのプライマーは先ほどご紹介したポーランド消防手のようなかなりみずみずしいテクスチャーだったので、肌表面のパサつきや乾燥が気になる時やベースメイクがうまく乗らないという時にも安心して使えそうでした。ジェル系のみずみずしさではなく、水分をたっぷり含んだ乳液のような少しだけクリームっぽさも感じられるようなみずみずしさなので、長時間しっかりと肌に水分を抱え込んでくれそうな感じもします。仕上がりとしてはこんな感じで、近くで見ても綺麗なツヤが乗っていて、素肌の透け感が残るようなスキンケア後のような自然な補正力です。香りも原料のような香りのみなので、こちらもとても使いやすいと思います。それでは反対側にゲランを塗っていきます。ゲランにも明るめのベージュカラーがついていますね。こちらもこんな感じで滑らかに肌に伸び広がってくれますが、スックよりもさらにクリーム感があって、みずみずしいテクスチャーのスキンケアクリームを塗っているような感覚です。肌にしっかりと潤いを閉じ込めて、張りのあるツヤ肌に仕上げてくれます。はい、こちら側にはゲランを塗ってみました。ゲランはみずみずしさの中にこっくりとした程よい厚みのあるスキンケアクリームのようなテクスチャーで、肌にピタッと密着しながらツヤと張り感を与えてくれるようなテクスチャーでした。反対に塗っているスックと比較をすると、ゲランのカバー力の高さがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、こちらもスキンケア後のような綺麗なツヤが出ていますが、下地に程よい厚みがあるので、毛穴や凹凸を感じさせないような張り感がわかりやすいと思います。香りはフローラル系のスキンケアのような香りが結構しっかりめについています。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらも下地というよりもスキンケアアイテムを塗っている時のような塗り心地の良さでしたが、スックはかなりみずみずしいクリームのようなテクスチャーで肌にスルスルと伸び広がって、どんな肌状態の時にも土台を整えてくれるようなテクスチャー。ゲランはみずみずしさの中にこっくりとした厚みも感じるようなクリームテクスチャーで、肌に張り感をもたらしてくれるような密着力の高さを感じられました。それでは上からファンデーションを重ねていきます。まずはスックです。スックはこんな感じで、みずみずしい乳液でスキンケアした後のような肌に整っているので、ファンデーションもスルスルと伸び広がってくれます。伸びはいいですが、適度な密着感もアップしますね。ゲランはこんな感じで、こちらも伸ばしやすいですが、やはり下地とファンデーションがピタッと密着するのと、下地の時点で肌に張り感をもたらしてくれているからか、ファンデーションも均一に肌に乗っている感じがします。はい、こちら側にはスック、反対側にはゲランの下地を塗って、上からファンデーションを重ねてみました。今回の2つも下地の時点で綺麗なツヤが出ていたので、上からツヤのファンデーションを重ねると、スキンケア後のような滑らかなツヤツヤ肌に仕上がっています。ただ、比較をしてみると、スックの方が比較的ツヤが抑えめ、ゲランの方がさらにしっかりとツヤが反射しているような感じがします。近くで見てもこんな感じで、スックは自然な素肌感が残っていて、ファンデーション本来の仕上がりを綺麗に引き立ててくれています。ファンデーションの仕上がりにあまり影響を出さずに、ファンデーションを塗りやすいような状態の肌に整えてくれる、とても優秀なプライマーだなと思います。反対にゲランは下地の時点で肌に張りをもたらしてくれているからか、ファンデーションが均一に伸び広がるのと、
毛穴や凹凸もピンと張ったように補正してくれているので、ツヤが綺麗に反射している感じがします。それぞれアップで比較するとこんな感じです。では、パウダーをのせて、4時間後のマスク癖を見ていきます。はい、4時間後の肌はこんな感じでした。どちらもスキンケアアイテムのようなテクスチャーで、塗っている間も乾燥やパサつきなどを全く感じさせないような保湿感でしたが、こうして比較してみると、スックの皮脂によるテカリ感が気になりにくいですよね。スックもみずみずしい乳液のようなテクスチャーで、しっかりと肌に潤いを与えてくれるタイプでしたが、4時間の間に汗をかいたり、皮脂が気になる私の肌でも快適に過ごすことができて、すごく優秀だなと思いました。そしてゲランもスキンケアクリームのような高い保湿感があり、適度な厚みで肌をきれいに補正してくれていましたが、近くで見てもこんな感じで、マスクがよく当たる鼻の頭以外には、マスクの摩擦による擦れや、下地から汚く崩れてしまうという感じは気になりにくかったです。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横は皮脂が出てきている感じが気になりますが、やはりスックは頬の広い面などもしっかりと保湿はしつつもベタつきは気になりにくいです。丁寧にスキンケアをした後のようなファンデーションが綺麗に乗りやすい状態の肌に整えてくれつつ、比較的ベタつきにも強いタイプの下地を探している方にスックがおすすめ。秋冬に向けてしっかり保湿対策をしたいという方はゲランがおすすめかなと思いました。それでは最後はこちら、プラダビューティーを塗っていきます。プラダは今回ご紹介している5つの中で唯一のジェルタイプになっています。みずみずしいですが、伸ばしていくとすぐに肌にピタッと密着をして、毛穴や凹凸を埋めるように補正してくれるタイプです。手元に出すとグリーン系のカラーがついていますが、肌の上に乗せると透明に変化します。はい、こちら側半分にプラダビューティーを塗ってみました。最初はみずみずしいジェルテクスチャーでしたが、伸ばしていくと肌表面の皮脂やベタつきを全く感じさせないようなサラサラなパウダリーなタイプに変化しました。顔全体に塗るよりも小鼻や T ゾーンなどの皮脂が気になる箇所に部分使いするのがおすすめのタイプかなと思いました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、こちらのプライマーのベタつきを感じさせないマット肌に仕上がる感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、伸ばしていくと透明なタイプに変化するので、色補正効果はありませんが、細かい毛穴や凹凸をフラットに整えて、しっかりと補正してくれている感じがわかりやすいと思います。とにかく肌表面をサラサラに仕上げたいという方におすすめのプライマーです。では、上からファンデーションを塗ってみます。ファンデーション、こんな感じで、しっかりと密着しますね。こんな感じでタップするように塗っていくのがおすすめです。はい、上からファンデーションを重ねてみました。反対側には比較のためにナーズの下地を塗った上にファンデーションを重ねています。今回使用したコスメデコルテのファンデーションはツヤがしっかりと出るタイプですが、プラダの下地と組み合わせるとファンデーションのツヤが吸収されてセミマット仕上がりになりました。ナーズの下地と組み合わせている方と比較をするとツヤの違いがかなりわかりやすいですよね。近くで見てもこんな感じで、ファンデーションのツヤがかなり抑えられています。ただ、厚みが出てしまうタイプの下地ではないので、程よく素肌感を残したままツヤを抑えたいという時に活躍してくれそうです。アップで比較するとこんな感じです。はい、4時間後の肌はこんな感じでした。塗りたてよりも若干ツヤが出てきている感じはしますが、やはりプラダは皮脂や汗崩れにもかなり強くて、近くで見てもこんな感じで、小鼻の横などの最小限の部分にしかテカリが出てきている感じが気にならなかったです。近くで比較するとこんな感じです。秋冬のファンデーションに切り替えたいけれど、まだ癖が気になるという時にも使いやすそうだなと思いました。そして肌表面を触った感じは、やはりプラダは小鼻の横もそこまでベタつきが気になりにくかったので、
こちらは乾燥が気になる肌タイプの方よりも皮脂や汗崩れをしっかりと対策したいという方や部分使いにおすすめなタイプかなと思いました。はい、ではこんな感じで新作下地5種類をご紹介していきました。今期の新作下地は仕上がりや塗り心地だけでなくスキンケア効果にもこだわっているものが多かったからか、メイクを落とした後の肌もしっかりとスキンケアをした後のような滑らかさや保湿感が持続しているなと感じました。個人的には特にゲランとプラダビューティーのスキンケア効果が優秀だなと思いました。ゲランは落とした後の肌もしっかりと潤いが続く印象、プラダビューティーは肌表面がつるんと滑らかに整っている感じがしました。とても優秀なアイテムでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。